ある程度一定期間同じことをやってみて、でこれいいな悪いなっていうのを、自分の声に従って、あとプラス客観的なね、成果も必要かもしれないけど、やっぱある一定期間そのやり方を試してみて変えていくみたいなね。でなんかね調べたらね、山本由伸って人ね、なんかやり投げ投法みたいなことをやるらしくて、やり投げってねほら陸上競技であるじゃないですか。あれを自分なりに試してみたんだって。やり投げしたら、バカにされるように、お前なんだよそれってこれ野球なんでお前なんなんだよ、やり投げってなんだよみたいな、うすらみんなに笑われてたらしいんですけど、それでも自分のこれが正しいと思ってもういろんなパターンを試してみたら、そのやり投げに、到達して、MVP になってたじゃないですか。僕結構スポーツね好きなのは、それって結構絵とつながるところが多いからなんですよ。僕もねそこ近いところがありまして、アニメ業界で9年ぐらい、ジブリに、1年9ヶ月、でいて、自分のね人生の中で30代前半ぐらいでアニメ監督になろうと思ってたわけで、ジブリで原画になるにはこの調子だと5年かかるぞと、じゃあ無理だなとでやめましてとね。でさらにアニメ業界に9年3ヶ月いて、監督っていう冠はどこかでつくかもしんないけど、なんか自分がなりたいものにこれなれなさそうだなって、でそこでちょっと戦略を変えるっていうねことをして、アニメ習得をね、もう13年12、3年前に始めてみたいなね。ジブリ辞める時もなんか親戚とか家族とかにもったいないとか辞めるなみたいなさ、アホみたいなこと言われましたけどそんなのさちょっとした話題になるようなもんですよ。そのトトロの会社にいるとか言うだけでさ、話が通じやすいじゃないねっていうだけの話ですよ。そんなのマジでどうでもいい話ですよ本当に。でそのために僕はジブリにいなきゃいけないのかと。でもそういう人いっぱいいるのね世の中って。でそういうことなんですよ、人の価値観で生きるっていうのは。そんなのせいぜいどっかのなんかの話題に1年に3回ぐらい出るか出ないかの話だよ。そのためにあなたいるのっていうことね。本当どうでもいいと思いません？でアニメ週間始める時も賛否多少ありましたよね。っていうのはやっぱね、見たことないものとかみんな聞いたことないものに対して当然ながら不安というか反発というかっていうのがあるんですよ。でも一つだけ間違ってないことがあるんですよ。それは何かっていうと、自分の中での気持ち悪い違和感ですね。でこの違和感を絶対みんな目をつぶるような訓練を子供の頃からされてるわけですよ。怖い言い方すると、全体主義に対する黙認っていう形なんですよ。これ全体が一番って考え方ね。そうしているうちはですね、実は自信を持てないんですよ。なんでかっていうと、今例えばですよ、その中で頑張って数値を上げました。結局それってさ、自分の判断じゃなくて、結局それ親の判断だったり会社の判断だったりで今数値が上がってるだけで、ルールの中で自分うまくやってるだけじゃないかっていうつまらなさ、充実感のなさっていうのを感じるんですよ。実はね、絵の練習もそうなんです。例えばこの前京都合宿の方で100体デッサン2日で100体描こうっていうので、かなりみんな上手くなりました。それをねもうちょっと続けてみてください。だんだん飽きてくると思います。その頃にはね、その練習も自分の中で、賞味期限がちょっと切れてる状態になるので、一回やめて、今度はアニメの絵の模写とか自分の、自主制作というかね、創作とかねをおのおのやるとかして、また別のことやりましょう。なんかこの練習に対してちょっと飽きてきたなとか、でもこれ室井さんがいいって言った練習だから私はこれを信じてやり続けなきゃいけないみたいなさ、その盲信はやめましょうマジで。大事なのは自分にとって必要な時期必要な分だけその練習をやるということで、その練習があまり有効的じゃないなっていうか、なんかちょっと飽きたなとか、なんか作業になってんなみたいな、作業になったら終わりです。作業は終わりの瞬間です。だから作業にならないように工夫しましょうね。作業になってきたなってことは、賞味期限切れてきたな、じゃあこれ一回やめよう、距離を置こうみたいなね。本当に必要か必要じゃないかって時間を置くと分かりますから、っていうことを自分なりにね計画して、やっていくってことなんですね。自分が無意識にとっている判断っていうことが多分一番の敵なんですよ。それこそ一番抜け出さないと根本的な解決にならない場合が多いわけですよ。無意識とかさっき言った違和感の修正の仕方って、例えば自分の机のさ整理をするとか、自分の部屋の整理をする、そうすると自分を改善するっていう思考パターンっていうか癖に入るんで、これいらないってことはあれもいらないなみたいな、この練習っているかないらないかなとかね、これやってんのって本当に自分の目的にかなってんのかなとかっていう風に自分を見直す癖をやっぱねつけた方がいいです。もう食ってるものも日頃コンビニ飯このカップ麺って本当にいいのかなとかね
そういう自分の改善をする癖を細かいところからやっぱつけるっていうのが大事だと思いますね。あと無意識に感じる罪悪感とかね、やってみればいいじゃないですか。やってみて、やっぱダメなんだってね、自分なりにいっぱい失敗してみましょうというところで終わりたいと思います。では今日も皆さん、一日頑張ってください。